ババンババンバンバンハビバビバ。どうも温泉ソムリエの武蔵です。ガラガラになりました。TEDx 鹿児島始まりますけれども、今回たくさんの素晴らしい方が登壇されます。僕だけが色物、しかもトップバッター。やることは決まりました。それはガヤということでお話しさせていただきたいと思います。僕には好きなものがあります。何だと思いますか？温泉です。この中で温泉が好きという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。今日の会場はあったかいです。はい。僕が、温泉を好きになったこの理由っていうのは、温泉のもたらすさまざまな効果にあります。温泉には物理効果と呼ばれるもの、また薬理効果と呼ばれるもの、そして天地効果と呼ばれるものがあります。この3つが重なり合い、影響し合い、複雑な力を発揮する、このシナジー効果と呼ばれるものが温泉の力です。I love 温泉。温泉に入る方、月に1回温泉に入る、入らない、この差 1.25 倍の幸福度の差が出るというようなデータがあります。ぜひ皆さん温泉に入って 1.25 倍の幸福度というものを感じていただければなというふうに思います。ご存知の方も多いと思いますけれども、僕は鹿児島温泉観光課武蔵城というホームページを作っています。鹿児島温泉観光課と言いますが、僕一人でやっています。社長兼平社員。現在鹿児島県の温泉を1000施設以上巡り、ホームページの方に情報を掲載しています。県内さまざまな温泉を回り、いろんな疑問、そして感じました。そこでその謎や疑問を解決するために資格を取ります。温泉ソムリエ、また温泉入浴指導員、さまざまな資格を取りました。鹿児島県内の温泉をたくさん知っている、そして温泉の知識もあるということで、今現在メディアや執筆活動、そういったところで仕事をさせていただいています。温泉何でもや、非常に使い勝手のいい役回りをさせていただいております。そして1000施設も入りますと、お金を払って入る温泉というものはもうなくなります。僕のライフワーク、現在雪山、森、海、そこに湧く温泉を探す、野湯下流と、これが現在の僕のプライベートの活動です。さて今日は皆さんによく行くということをお話ししたいと思います。よく行くという言葉聞いたことある方、どれぐらいいらっしゃいますか？まだ浸透していませんね。僕、よく行くというものは、食育とかですね、温泉で、学ぶという部分での授業、これをよく行くという形で僕は今、させていただいています。このよく行くの原点となったのが仙台の滝温泉というところです。僕は小さい時にここに祖母と湯治に来ました。
湯治、ご存知ですか？毎朝6時に起き、温泉神社に散歩をし、そして朝ごはんは TKG、卵かけご飯。そして午前午後温泉に入り、その間は昼寝。適度な運動、質素な食事、そして温泉。こういったものが体をリセットしてくれる。温泉の湯治というものは、湯で治すと書きますが、実際は違います。病気をしないために入るもの、それが湯治です。実にいい湯治の形を僕はとっていたと思います。しかし子どもにとって湯治というものは実につまらないものです。なぜ僕がその湯治に行っていたか。それはここにあります。僕はここをプールと呼んでいます。あとスケート場。ここで何をしていたか。温泉スイミング、温泉スケーティング、温泉スライディング、泳ぐ、走る、滑る、そしてがられる。昔はいろんな地域に雷親父というものがいました。その雷親父に怒られないように、親父がいるときはいたずらをしない、親父がいるときは悪さをしない、そういったずるさを覚えたのもここ滝温泉です。この滝温泉で親父に教えてもらったこと、これは温泉のマナーだったわけです。なぜ今現在浴育を始めたか。この写真をご覧いただければわかると思いますけれども、これは僕がこの10年間で入ってきた温泉でなくなってしまった温泉です。鹿児島では現在1年間で10軒以上の温泉がなくなります。この温泉をなくしたくない。一つの原因は利用者の減少、そして要因は様々あります。僕の大好きな温泉がなくなっていく。僕に何かできないかということを考えたときに、こういったキーワードが浮かんできました。そして僕は浴育というものをやろう、そのように決めます。利用者の減少を少しでも減らしたい。そこで浴育を思い出します。この浴育ですが、僕が始めた当時、情報がほとんどありませんでした。ですので、温泉ソムリエやその他の温泉の資格を生かし、面白おかしく浴育の授業というものを始めました。浴育、皆さん聞いてみませんか？聞いてみたくないですか？若干リアクションが乏しいです。ありがとうございます。それでは僕が子どもたちにやっている浴育、これからいたしたいと思います。あくまでも子どもたちにやっているものです。皆さんも汚れのない清らかな心で聞いていただければというふうに思います。おいっす。元気がないね。もう一回おいっす。はい、これからね、鹿児島温泉大好きおじさんの浴育の授業を始めたいと思います。テデックス鹿児島浴育授業ということでね、これから温泉のことについていろんなお話をしていきたいと思います。ではですね、まず温泉って何だろうね、聞いた時にすぐはいって答えられる人いるかな。子供だよね、みんなね。みんな子供よ、分かってる？はい、温泉って何だろうってね、分からん。お、はい、
大きなお風呂いいね。他に。はい。あったかいお風呂、素晴らしいですね。それ全て正解です。ですが、温泉。実はこれ温泉法と呼ばれるね、法律にしっかり書かれてあります。温泉法の第2条。ここに地中から湧出する温水、硬水、水蒸気、ガス、温度が〇〇度以上、または物質を含んでいるものというふうに書かれてあります。温度なんですけれども、何度ぐらいだと思いますか？ちょっと待てよ。何度ぐらいだと思いますか？何度ぐらいだと思いますか？100度。100度。暑いですね。他にないですか？30度。いいところついてますね。はい、温度なんですけれども25度です。地面から湧き出す、温度がですね25度以上あるもので、温水また水そしてガスこういったね、ものも温泉である。じゃあ25度ってどれぐらいよと思います？25度。はい、安心してください。履いてますね。みんながね、夏に入る学校のプールこれがね大体25度ぐらいなんだよね。だからに、プールに入る時にはねこれが温泉の温度はこれぐらいだったなということをね思い出してください。はい、次です。地域にあるいろんな温泉ね、鹿児島県は温泉王国と言われています。たくさんの温泉があります。まずこれ何かな？何だと思う？温泉の嫌いなミッチ。わかんないですね。わかんない。なんかこれ何かなと思いますか？この小さい子たちこれ、僕の子供と思ってください。子供と一緒に入っているので家族風呂ですね。鹿児島には家族風呂があります。日向山また、湯の本ですね。こういったところは家族風呂が非常に多い、場所でございます。で家族風呂っていうのはですね、日本全国にあると思いますが実はこれ南九州が発祥。鹿児島熊本で昭和40年代にね、できたものが全国に広がっていった。だから、家族湯は鹿児島の宝でございますのでこれはちょっと他県民にですね自慢していただければなというふうに思います。はい、次です。はい、これ何かな？これ何ですかね？はい、混浴ですね。はい、鹿児島温泉大好きおじさんすごく楽しそうな顔でですねお風呂に入っております。鹿児島県内なんですけれどね、霧島、桜島、そして三島村、十島村こういったところには温泉こういった混浴のですね温泉があります。だからねみんなも大人になったらねぜひこのような綺麗なお姉さん方とですね入っていただければなというふうに思います。はい、次温泉のマナー。はい、これおばあちゃんが座っているところ番台と言います。この番台でねお金を払ったり、シャンプーや石鹸を買ったりできる場所、優しそうなおばあちゃんですね。温泉のマナーなんですけれどもね、はい、いややっちゃいましたね暴れん坊。優しそうなおばあちゃんびっくり。これ通常子供たちすっごい笑いますはい、それで僕もだんだん乗ってくるっていう感じなんですけれども子供たちすごく笑ってくれますね。これどうしたらいいかね、やっぱりねしっかりね畳んでロッカーとかカゴにね直す。これね鹿児島弁ね直す。これ大事よね。はい、これ守ってください。はい、次。わお、もうびちゃびちゃだね。もうがっついって感じだよね。ね、これ何がいけないかね、お風呂の中お風呂場の中で体を拭いて出る。これが大事だよね。こうやってもうびちゃびちゃになるとね、もうなんかもう入りたくなくなっちゃうよね。あと必ず閉めるって書いてるのに閉めてないよね。必ずドアを閉める。そして体を必ず中で拭いて出るということ、これを覚えておいてください。そしてはい、もうこれラストなんですけどもね、一番大事なことということは、次に入る人が気持ちよくということ、これをね考えていれば、今のようなね、脱ぎっぱなしとか、びちゃびちゃのままとかね、では出ないので、これをねみんな守ってください。今日お話ししたことをねお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんにね教えていただければなというふうに思います。まあこれが僕の浴育です。ありがとうございます。子供は基本的に飽きます。ですので45分間という限られた授業の中でいかに楽しく、集中させるかということを、念頭に置いてこの浴育をやっています。子供の表情、みんながこんな表情になります。
僕はこの表情を見るために浴育をやっているのかなというふうに思いますけれどね。そして僕の浴育では、温泉法の話もしましたけれども、その他にも、入浴時の死亡事故者数とかですね、あと、温泉の科学的な効果というような大人でも知らないような話をします。ですのでそこで子どもたちが、あるスイッチが入るわけですね。大人が知らないという言葉を聞いたときに子どもたちに新しい気持ちが芽生えます。それがしたい、話したい、教えたい、そして伝えたいという気持ちが芽生え、それを大人へ伝えていく。通常大人から子どもへのベクトルは多いですが、子どもから大人へのベクトルが働き、温泉に入る習慣のない家庭であっても子どもの方から温泉に行きたいというような動きが出てくる。この浴育のゴールは、この温泉の楽しさ、温泉の面白さを知った子どもたちが大人になった時に地域を離れ、自分のふるさとの温泉、その素晴らしさ、魅力、そういうのを伝えてもらえる。温泉エヴァンゲリストとかありますよね。伝道師になっていただければなということが僕の浴育の目標でもあります。最後になります。僕の浴育の中で魔法の言葉を皆さんにお伝えして締めさせていただきたいと思います。この言葉を伝えることで、唱えることで温泉が楽しくなり、もっと有意義な温泉ライフを過ごすことができると思います。同じ湯に浸かる方にこう唱えてください。よか湯ですね。この言葉で温泉が楽しく、そしていい時間を過ごせるようになります。以上、温泉は楽しく、マナーを守って入浴、温泉ソムリエ武蔵でした。ご清聴ありがとうございました。